こんばんは。またマイクを入れるのを忘れて配信始まってしまいました。今日の天気は晴れ。暑い。とにかく暑い夏が来ちゃったのかなっていう感じですね。こんばんは。おいおいおい。またマイクを入れるのを忘れて配信始まってしまいました。携帯で確認をして今ちゃんとマイクが入ったことを確認しました。ちょっとねこれ携帯と自分の画面と多分1分近く差があるんだと思うんですよね。時間が確認するのに音楽しか流れてなくて、今やっと自分の声が出てきて、マイク入ってなかったんだっていうことに気づきました。とにかく暑いですね。もう夏になっちゃったのかなっていう感じですね。なんだっけ、火炎樹もちょっと咲き始めてるかなっていうところがありますね。ドル円はどうなったのかな。今日は見てなかったな、全然。昨日だか一昨日、昨日ちょっとドル円を見ようとしたら違うページに飛んだ。昨日だかに151円つけたっていうのは聞いたんですけど、また今ちょっと下がってきてるんですね。リスクオフなのかな、どうなんでしょう。今日は全チャンネルさんのグロットとマニャガ派の映像でスタートですね。どうなんだろう。グロットじゃない、ドル円どっちに行くんでしょうね。でも関税が昨日の朝ですよね。トランプさんが4月2日からの関税はやるよっていうことを発表したんで、25%、本土のお金持ちたちはいいかもしれないけど、サイパンに入ってくる、日産トヨタ、そういうものが新車はもうめちゃくちゃ上がっちゃうわけだし、中国もね、さっきそんなにやるならやり返すわっていうことを言い始めたんで、もう発表したんで、中国からのものが高くなっていきますよね。そうするとやっぱサイパン1はアメリカなんで、そういうものがどんどん高くなる。でなおかつなおかつじゃないね。日本からのものも、日本からのものはそうでもないのか。もともと日本はそんなに課税をされてないんだけど、韓国は本当はアメリカと韓国だと税金なし、関税なしなんですよね。ただここはコモンウェルスっていうサイパンっていう特殊なところだから、韓国の荷物にも課税をされてる可能性はあるのかな。変なとこね、税金取るんですよ。法人税もそうなんだけど、だからね、初めはね、結構パーセンテージ、普通アメリカだと 25% 売上じゃなくて利益に対して払うんだけども、それがすごく低いものだから、パーセンテージの数字がね
ちょっとね誤解をするっていうか、サイパン安いじゃんみたいな気になっちゃうんだけど、売り上げに対して普通はかかるんだけど、普通じゃない、なんだっけ、利益に対してかかるじゃない、税金って。で経費が引かれてっていうことになるんだけど、その経費も何もないのね。売上に対して仕入れとかなんとかって関係なく税金がかかっていくから、あれがねやる気をなくすっていうのもう知ってくるとね、だんだん売り上げが上がってくれば上がってくるほど税金本当に払わなきゃいけないんだけど、売上利益に対して払うんならすごい頑張ろうっていう気になるけど、売上に対して経費も何も認められず払わなきゃいけないっていうのはね、結構やる気をそがれるのね。あれはねちょっときついことですね。結構ねやる気がなくなる。どんどん今は5万ドルの売り上げ、5万ドルの1ヶ月5万ドルの売り上げまではゼロなんだけど、売り上げだから、ホテルの人なんてもう一部屋高い部屋が売れたら5万でしょ、5万ドルだから違うね。ホテルの人なんか高い部屋が1ヶ月売れ続けたら、高い部屋じゃなくてもそうだよね、そのぐらいのあれは入っちゃうわけだから、利益がなくても従業員のお金を払っても何しても税金は払わなきゃなんないから、あれは本当ねしびれると思う。ちょっとね食らっちゃう感じになると思うね。なるさん、はじめまして、こんばんは。はじめまして、よろしくお願いします。5日ぶりぐらいの、5日ぶりもっとかな、このぐらいぶりのライブ配信なんで、何をもう紙に毎回書かなきゃいけないなと思うんだけど、紙に書いてあらすじを立てて話した方がいいかなとほんと最近思うんだけど、それがねなんかできないんですよね。適当にやってしまうんで、適当にやって始まってしまうんで、なんとなくで話させてもらってます。よろしくお願いします。深夜さん、こんばんは。お久しぶりですと言った方がいいのかな。のばるさん、こんばんは。お久しぶりですよね。なんかね、今日ね、ちょっと久しぶりのライブ配信で緊張しております。なんかね、今日こそはなんか紙に書かなきゃいけなかったんじゃないかなってちょっと思ってるんですけど、紙に書いてあらすじを立てて喋んないと言葉が出てこないんじゃないかと思ってたら、やっぱあまり出てこない。
ちょっと緊張してます。ね、でトランプさんの関税発動でも4月2日、本当ね、貧乏な人はもっと貧乏になるしかないし、ただコモンウェルスだからちょっと分かんないんだけど、サイパンは本当はアメリカと、韓国の間っていうのは税金がかからないっていう、仕入れのね税金が関税かからないっていうのが決まりなんだけど、ただサイパンはコモンウェルスっていう場所なんで、もしかしたら税金がかかってるのかもしれない。 15% とかなんかね、わけわかんなく取られるから、荷物を持ってくるときにこう領収書をあそこで出すんだけど、そうするとね、結構取られるんですよ、あそこで税金を。まあ昔だけど空港のとこで取られてたんで、これ韓国だよって言っても、もしかしたらサイパンは取るかもしれないっていうのが現状で、大きくコンテナとかで持ってきてる人はちょっと聞いたことがないんだけど、取られてんのかなとかってちょっと思いますね。ケニー・ジーラッパー好きなんですね。ケニー・ジーどこにケニー・ジーケニー・ジー好きだけど、なんでケニー・ジー、なんで深夜さんケニー・ジー知ってんの？知ってんのって。ケニー・ジーめちゃくちゃ好きですけど、なんか流れてないよね私今。嘘でしょ。ケニー・ジー流れちゃったりしてたら、これライブ配信アウトなんだけどアーカイブ残せない状態になるだけなんだけど、ケニー・ジー流れてます？嘘でしょ。ケニー・ジーがすごいラッパー好きなんですねっていうことなのかな。ガーが足りない？もしかして。ちょっとわかんないな。ほんでちょっと深夜さん説明お願いします。流れてないよね。流れてないよね。携帯で流れてないよね。流れてないね。流れてない。よかった。びっくりした。ケニー・ジーどっから出てきた？前回の配信でケニー・ジー好きです。好きです。ケニー・ジー。ケニー・ジー好きです。前回の配信で言いましたね、多分。もうなんか5日ぶりぐらいかな、ちょっと熱中症にやられたんですよね。体調がちょっと悪くなって、なんかこう早めに横になろうかなっていう状態に陥ってました、何日間か。で今日はちょっとバタバタして、9時からっていうより、だいたい10時ぐらいの方が、日本時間で10時ぐらいに始める方が私的にはリラックスして始められるんだよなと思いながら、9時ぐらいってバタバタ、9時ぐらい9時ぐらいってサイパンの10時なんだけど、なんかねバタバタしちゃうんですよね。ご飯を何時に食べようかなから始まって、大体7時ぐらいにご飯は食べ始められない状態の方が多いんで、作り始めると大体1時間はかかるから、
それで作り始めて1時間かかって、9時10時の方がちょっと楽だなと思って、今日はちょっと10時から試しにやってみようと思って、11時サイパンで11時なんですけど、このくらいの方がなんか楽だなと思ってやり始めてみました。なんかね、この後微妙だよね。9時半ぐらいがちょうどいい、日本時間で9時半ぐらいがちょうどいいのかなとも自分でも思うんだけど、なんかパタパタパタってすることが多くて、10時ぐらいじゃ遅すぎますかね。遅いかな。じゃなきゃ8時ぐらいから始めちゃおうかなとかも、1時間前倒し。なるさん、10時いいと、いいと思います。ありがとうございます。10時。日本が10時だよね。そうそうそう。サイパンが23時なんで。この間、深夜さんが言ってた、なんだっけ、マリアの祠の場所を思いっきり勘違いしてましたね。マリアの祠、この後ちょっとね、流しますけど、いや、本当に場所を勘違いしてましたね。マリアの祠は、国旗隊なんだっけな、なんとか隊、CUC のところから、段々の方から、モービルのところ斜めに入っていくとこ、国旗隊って言ったかな、なんて言ったかな、なんかあるんですよね。あそこの奥入ってったとこに。昔2、3回行っただけなんで、もう名前も忘れちゃったんですけど、一応リゾート施設みたいのも昔あったんですよね、あそこに。後にアパートになっちゃったんですけど、あっちの方にマリアの祠があると思っていたんで、 CUC に行ったんで、その帰りにじゃあマリアの祠でも撮ろうと思って、場所わかんないからとりあえず入っていったんですけど、ちょっととんでもない、あっと思って Google で調べたら、全然違う方にマリアの祠ってあって、ちょっとびっくりしましたね。 CUC のそばだと思ってたから、うんとうんとちょっとマニャガ派の映像一旦切っていいですかね。後で流します。これね、今回はミドルロードを通らずに裏側、サイパンのもう一本の裏の方の通りから空港に行く方の道、植物園の前を通るはずなんですけど、植物園がどこだか分かんないで通り過ぎましたね。ずっとキャピタルヒルを登っていって、深夜さん来た時、もうこの道はできてたかな。これね、ちょうどガバメントの政府のとこの通りで、
この道でちゃんともうアスファルトになってたかな。これ結構長い間かかったんですよね、アスファルトになるの。もう毎日地震のような地響きとひどい目に遭いましたけど、2000 5年6年7年8年ぐらいでやってたんじゃないかなと思うんですけど、クロスアイランドロード、これクロスアイランドロードっていうんだ。あー確かにね、リッサロードって書いてありますけどね今。クロスアイランドロード、なるほど。そうだね、これがビーチロードの方から山を越えて向こう側に出る道だからね、ラウラウ側に。確かにクロスアイランドロードと言われればそうですね。そうそう、すごい今は綺麗になってビュンビュン飛ばすんですよみんな。ビュンビュン飛ばすから、うちの前あたりとかで事故が多いんですよ、めちゃくちゃ。車がひっくり返るような事故が多くて、ちょっとびっくりします。それでまだラウラウの手前ずっと登って降りてって感じかな。もうタポチョ山に上がるとこは過ぎちゃった感じかな。これってボタニカルガーデンはまだありますか？ボタニカルガーデン、植物園。ね、ここ右行くんですよね、ボタニカルガーデンってね。これ右行って、どこにあんだっけどこにあんだっけここの左側にある映像で見ればわかんのかな。見たんだけど、どこにあると思うんだけど、どこにあるか全然気づかなくて通り過ぎちゃった。どこだっけ。これちょうど右突き当たって左に行くとラウラウのとこだったから、この辺でしょ、この辺にあったはずじゃなかった？この辺の左じゃなかったっけ？全然分かんなくなっちゃった。この辺の左だと思ってたんですけど、動物園ない看板もない、なんか入り口とかこことかっていうのもないから気づかなかっただけかもしれないですけど、もう何にもないんだもんこの辺。台風の時はこの辺被害っていうかすごくて、もうツンツンってつくしみたいにもう頭がないヤシの木だらけになってたんですよ。それが今はもう林になっちゃってるんで、もうジャングルになっちゃってるんで、この辺もう通り過ぎちゃったのかな。植物園ね、この辺にあったはずなんですけどね、なんかないんですよ。何にもないんだもんこの辺、ずっと。一時期テントでできたようなホテル、韓国人の人がやってるようなホテルもあったんですけど、全くなくなっちゃってて、
本当に何もない。あんまり天気いいように見えないですね。曇り、昨日昨日だったかなこれ。昨日か一昨日なんですけど、 CUC に電気屋さんにお金払いに行った時にこっちから行ってみたんですよ。ない。ボタニカルガーデンどこ行っちゃったんだろうね。なくなっちゃったかな。もしかしたらないもしかしたらないかもですね。もうすぐだってここに丸いタンクが出てきちゃうから、ないね。ないみたいですね。ないね。映像で見ればあるかなと思ったけど、ないですね。ちょっと左側があんまり映ってないからあれですけど、ないな。深夜さん懐かしいでしょこれ。でもちょっと綺麗になっちゃってるけどね、道路は。もうここポストオフィスのとこだから、道路がね結構綺麗になりましたからね。この辺ずっと左道だったんだけど、綺麗になって空港にも素早く行けるようになった。山の中の人たちが。でマリアの祠ってあそこのラウラオのキャピタルヒルから降りてきたところを左に、違う、降りる手前、キングフィッシャーの方に行くのかな。なんか Google マップで見たらとんでもない、私の考えてたところとは全く違うようなところにマリアの祠の地図が出てきたんで、ちょっとびっくりしちゃって。この辺この辺があれ見えない。この辺ももう何にもないとこだ。何もないですよねこの辺もね。サンビセンテを過ぎてエアポートの曲がるとこにもう近いとこですよね。このカメラの奥台が最近なんかパコンって緩んできちゃって、勝手に左向いたり下向いたりするようになっちゃったんで、 GoPro みたいのがうちに2つあるんで、それをちょっと使ってみようかなと思うんですけど、やり方が分かんなくて。前にねいただいたんです。キングフィッシャーの手前左側に、キングフィッシャーの手前左側、そうなの。あれちょっとご飯
パソコンが動かない。あ、動いた。キングフィッシャーの手前左側に入ったようなじゃあやっぱキングフィッシャーのキャピタルヒルの道からやっぱキングフィッシャーの方に入るんだ。なんか地図的には Google マップを見たらその辺を入るようなとこだったから、もう本当に全然勘違いしてて、マリアの祠は私空港っていうかミドルロードから空港に向かう時に左のモービルの斜めのとこを入っていくっていう、あそこ入っていくとなんかあったんだけどな、遺跡みたいな。キャピタル側から行ったら左にキングフィッシャーのとこを曲がって、これね CUC 今日はねやってましたね。だんだんの乗船もやってます。この間ね24日の日に行ったらやってなかったからね。でここって分かんないよね、これじゃ。サイパンヘルスのとこを入ってってまっすぐどっかに入っていくとマリアの祠があると思ってたんですよ。ここ入っていくと国旗隊なんだっけ、よくほら昔キムタクが泊まってたところ忘れちゃった。キムタクが泊まってたなんとかガーデン、忘れた名前も忘れちゃいましたけど、でもう分かんないから U ターンして、それと私病院に行かなきゃいけないことを思い出して、そうだと思って入っていきました。これね左側今モービルのとこで、この先にね絶対なんかあったんですよね。名前呼び方も忘れちゃった。国旗隊なんとか隊のところがあるんですよ。全然わかんないじゃんねこれじゃ。なんだっけな、よく昔ほらこの場所知らないですか、深夜さん。言っていいのかなこれ。これはほらキムタクが昔の彼女とよく来てたところ、昔その昔、なんだっけな、ダメだ思い出せない。ここに遺跡の名所もあるんですよね。これミドルロードかな、もう。違う、これで地図を見て、これどこだ、地図見てあそこにマリアの祠行こうかなと思ったけど、病院行こうかなって向かったんだけど、病院行かなきゃいけないんだと思って U ターンしたところかな。どここれ、全く分かんないんだけど、もう U ターンしたね。U ターンしたU ターンしたよねこれ。もうね映像がちっちゃすぎて見えないんだよな、この OBS っていうの。どうやってみんな見てんだろう。みんななんか配信者の人ってゲームやってるような人も、これあれどっち向かってんの私。
ゲームやってるような人もみんなパソコンをもう一台置いてやってんのかな、あれ。ゲームなんか見れないよね、こんな OBS のちっちゃい画面。全く無理だと思うんだけど。もうミドルロードに戻ってきた。どここれ。自分で撮っといて自分で編集しといて。ミドルロードだ。ミドルロードだ。コーラのとこですね。病院は CHC。そうです。病院 CHC です。病院行かなきゃいけないんだと思って、でちょっとだけまだ時間があったからこのビル寄ってみた。この商業施設、なんかあったなと思って。メガバイトとか昔からありますよね、パソコン屋さん。なんかありそうだったんでちょっと見に行ったんですけど、よく分かんなかった。なんかね、ここになんかあったんですけどちょっと入れてもらえなかったんで、絶対で。これ670っていうローカルのお店、ローカルフィリピン人のお店、フィリピン人ローカルのお店で T シャツとかステッカーとかサイパンのマークが入ったものが多いんですけど、ローカルが好きなんですよね。サイパンのチャモロの人たちとかってみんななんかサイパンのマークとか好きですよね。日本人が例えば日本で日の丸つけて、日の丸の帽子とか日の丸の T シャツとか着てるような感じ。670とかって結構入ってるのが好きみたいで、あとサイパンのマーク、ラッテストーンのマークが入ってるようなものが好きみたいで、お土産にも売れるんだと思うんですけど、今はね観光客の人は少ないから。でもローカルに根強いお店ですよね、ここ。ね、これなんだろうと思って、このボトルどこの店行っても売ってんですよ今。この並びのお店にも他のお店にもみんなこれがあって、何これって聞いたらパフュームだって言ってましたけど、どっからのものだかは聞かなかったんですけど、多分フィリピンのかな、これパフューム。これね、どこのお店行っても結構売ってんですよ、サイパンで今。小さいお店でね、小さいスーパーマーケットで。これね、多分ね名前変わったと思うんですよ、このショップ。670だけだったと思うんですけど、私が気づかなかっただけなのか。録画するのに十分なディスク領域がありません。なんだよ、なんか出てきたよ。録画が終了されちゃった。今日アーカイブなしですね。どっかにこれどっかにパソコンに入っちゃうの、この OBS 録画。どういうこと？ YouTube に入らないってこと？録画がストップされちゃいましたね。アーカイブなしになっちゃうな、これきっと。なんだこれ。録画終了って出てます。
でこれね、この並びのお店でなんかバレンタインデーとかなんかそういう時に記念日とかに一緒にお花と一緒につけるようなものが売ってる、雑貨屋さん、こういうお店多いんですよ今、雑貨屋さんなんかね。でどこのお店行ってもまた置いてあるのがキティちゃんサンリオグッズ。小さいスーパーマーケットにはどこにでもあるな、最近っていうか前からあったのかもしれないけど気づかなかっただけなのかもわかんない。サンリオグッズめちゃくちゃある。あとなんかのフィギュア、こういうの中国からとかって言ってたけどめちゃくちゃ売ってるんですよ。人気あるんでしょうねこれね、ローカルの人とかにも。この辺はもうツーリスト相手じゃないと思うんで、場所的にローカル相手だと思うんで、ローカル相手のお店でしょうきっと。場所的にもちょっと遠いんで、ホテルとかからは遠いから。でもね、みんなここのお店もそうだけどついこの間始まったばっかりで、ここ1年ぐらいって言ってたから、みんなねコロナの後ここ 2,3 年で始まってるお店が多いんですよ。サイパンの中でこういうちっちゃい雑貨屋さんっていうのかな、これなんて言えばいいのかな。パワーありますよね。この中でコロナの後にオープンして、でこのめちゃくちゃ観光客が来てない中でもちゃんとねレンタルしてやっていけてるっていうのがすごいなと思って。こんな人がいない中に、そして CNMI のこの意味のわからない法人税の取り方、それ考えるとね、やっぱりドーンとお店をもう一回って思ったりしたんだけど、それで強盗とか入られちゃったからまたガクッとしちゃって、なかなかねそこをもう一回鞭打っていうお店をバーンって借りてやろうという気にはなれないですよね、なかなかじゃないけど。もうちょっと自分にエンジンかけないとね、相当なお金持ちじゃないとちょっと今はもうお金捨ててもいいぐらいの気持ちでやらないと多分無理だと思うんで、この辺にもねビデオ屋さんとかあったんですけど、もうずいぶん昔ですけど何もなくなって、スーパーマーケットが一軒できてたり、ここ病院ですね。病院のパーキング、もう全部が景色感が一緒だから病院のパーキングで、これは深夜さんも知らないと思うんだけど、多分じゃない、絶対知らないと思うんだけど、こうね車をピーって行くと、その向かいの小窓で薬がドライブスルーでもらえるんですね。ここドライブスルー
コロナの後ね、あのコロナの時からドライブスルーにはなったんですよ、1回で。でその後こうちゃんとここに作ってドライブスルーのところができたって感じ。中で回ったなくていいように。でここどこあ、これ戻っちゃったっていう話ね。ボタニカルガーデンがないとこでキャピタルヒルに戻っちゃったってことだよね。そうだ。じゃあこっちの海の映像に変えましょう。そうなんですよね。コロナ禍にだから接触しないようにっていうことでドライブスルーができてテンポラリーでやってたんですけど、綺麗にあそこを改築して今はあそこから取れる、薬だけなら取れる。で診察はまた違うとこに行くんですけどね。そんな感じですね。この先今日もね、なんかあれがダメって、コロナ禍の援助金、アメリカから出てた援助金が使われるって言って、なんかステミナスカードチェック、寄付金としてみんなに出るんじゃないかっていう話があったんですけど、アメリカが完璧に却下しましたね。出しませんってそのコロナに使ったお金の余ってるんだったら返してくださいって。そこの上に深夜さんそこの上にフィリピン錠の量があったのでここの上にあったの CHC の、そうなんだ、そこに通い詰めてたのね。この上にあったんだ。双葉のとこだ。双葉のなんか覚えてる。あった覚えてる、なんとなくありましたね。双葉のとこだよな、確か。そこにあった。これ本当に録画停止になっちゃったけど、本当にこれアーカイブ残んないってことだよね。どういうこと？パソコンの容量がなくなったので録画停止って、録画毎回配信されるたびにパソコンにこれ録画が取られてるっていうことなのかな。いや、ちゃんともう一回読まないとこれまずいな。なんかこんなパソコンに2時間も3時間ものやつ毎日録画されてたら、そりゃなくなるかもしんない。そういうことだったの。今日でね、ライブ配信が20回目ぐらいなんですよね。だからそんなのずっとしかもこの動画を全部撮ってあるから、それとダブルで何時間もの動画が録画されてるとなると、ちょっとこのパソコンえらいこっちゃだよね。あらら、どういうことなんだろう。 OBS の使い方っていうのを読めばいいのかな。ライブ配信のやり方っていうのを読めばいいのかな。わかんないわ。どっかライブ配信やってる人のとこに聞きに
行こうと思って行ったんですけど、ちょっと聞いてもOBS 調べればいいよとか教えてくれないそういうやっぱ話題にならないもんね。だからちゃんと自分で調べなきゃなんないんだよね、これきっと。そういうのは深夜さん知らないのかしら。誰か知ってる人いません？いや、これ今録画をされてないんですよ、多分。多分っていうか録画はもうされてないんですよ、 OBS で。だからもうアーカイブは今日残らないっていうことだと思うんですよね。もう待っちゃったな。今日ね、OBS どころか動画を編集したやつをパソコンに送るだけでも送れませんって何回か言われて、でパソコンの中のいらないものをちょっと捨ててみて、それで無理やり送って今日配信できたんですけど、なんかねおかしいんです。ちょっとこれ明日はパソコン掃除かな。パソコン掃除と OBS の使い方をYouTube で説明してる人も OBS の使い方って言って説明してる人も、自分は OBS の使い方知ってるから結構飛んで話すんですよね。あれね、初心者に優しくない。猿でも分かるように話してくれないとね理解できないんだよね。この手順がね飛ぶんだよね、分かってる人って。ダイビングでも何でもそうじゃないですか。うまい人、うまい教え方の人はこう初心者の側になって教えてくれるけど、うまくないインストラクターの人は自分知ってるから自分のペースで行っちゃうから、もうなんだか分かんないような状態、もうついていけない。これ体で覚えるものじゃないからついていけない。頭で覚えなきゃなんないから。まずいなこれ。パソコンもういっぱいだよって嫌だよって言ってるからな。もうこの間から調子悪いなと思ってたんですよ、この間の配信の時から。今日はついに来たかって感じで、 OBS の使い方を調べないとまずい。この間も結構見てるんですけどね、初心者用OBS の使い方全くわからない。理解ができないって言った方がいいのかな。なるさん、これがグロットですか？これね、これはグロットを上から撮ったところですね。右の真ん中の上に見えるのがちょうどグロットですね。これは全チャンネルって言って、サイパン全チャンネルさんっていうチャンネルの人が撮ったやつなんで、そこ行けばフルで見れますから、ぜひリンクに貼っとくんで、説明欄に貼っとくんで、ぜひ見てくださいね。なるさんはサイパンに来たことあるのかな？
みんな来たことあるのかな、見ていただけてる人は。どうなんだろう。来たことないのかな。一度だけです。サイパンに来てくれたのが一度だけ。どうでしたかね、サイパン。よかったかな、悪かったかな。ちょっとごめんなさい、お水飲みます。印象はどうでしたかね。みんな印象どうなのかな、サイパンの印象。黙っちゃうみんな。海と自然はたくさんあるんですけどね。何もない印象です。そうですね、何もないんですよ本当に。いつ来たのかな。前は結構あったんですよね、深夜さん。昔はいろんなものがあったんですよね。怖い印象。怖いですよね。怖い。私も怖いもん、サイパン今ね。だからなんとかこう治ってほしいっていうか、正常化してほしい。今回のね702っていう区分の902の中の702、忘れちゃった。もうそういう番号だけ覚えてんだけどな。アメリカに救済を求めてるんだけど、ことごとくはっきり断られちゃったんで、コロナの救済したお金の余ってんだったら返せって言われちゃってるから。でね、新たに結局は何もないのが魅力のサイパン。まあね、何もないのが魅力って言ってね、観光業が成り立つほどそんなに甘くないみたいよ、やっぱり。日本の景気がやっぱ良かった時はそれでもなさすぎですよね。なさすぎですよね。ちょっとね、今ほんとあの状態だとやっぱりみんな愕然としちゃうでしょ。ってことになっちゃうし、本当に森とかだけで何もないとかっていう状態ならまだいいのかもしれないんだけど、なんかこう中になんか
ちょこっと残っている残骸があって、空き店舗っていう状態だと、やっぱしかもメインの通りがああいう状態っていうのはやっぱり良くないよね。でもね、本当あの怖いんだよ。ビジネスをするにあたってもやっぱりね、もうちょっとね、アメリカに救済を求めるならやっぱ法人税なんかでもアメリカと同じようにするとか。だって今のままの法人税だと弱いものはそのまま弱くなっちゃうし、で1ヶ月5万ドルっていくら？ 5 万ドルでしょ。500万でしょ。もう100円計算で500万だけど、今の計算だと700、800万いっちゃうけど、でもね、小さいお店は小さいお店で結構売り上げに対して税金って結構ね厳しいよね。普通にアメリカンドリームを考えてくる人は売上税って聞いたらやっぱりそんなのはないよねって思うと思うんだよね。やっぱ利益に対しての税金を払うっていうことなら納得いくと思うけど、100ドル仕入れして100ドルの売り上げで100ドル売り上げがあればいいけど、100ドルの仕入れして80ドルの売り上げでそれでも税金払わなきゃいけないっつったらね、もうマイナスだらけになっちゃうから。それがだから5万ドルまでは免除されるけど、他の税金とかはかかってくるから、結局は得はないよね、投資する人にとって。だからもっとね、アメリカもそうだと思うんだよね。アメリカの方もやっぱ本土の方もそういうことを全部入れ替えなきゃ援助しないよってことなんだと思うんだよね。前の縫製工場の時に断った利益があったサイパンが断ったアメリカの援助を今復活させてくれっていうことを頼んでるから、そんなの嫌だって感じになってるわけで、実際でもそういう今でもアメリカはいろいろサイパンに対して援助をしてるから、まだサイパンは難を逃れてるっていうのもおかしいな。難なんだけど、ねえ、もうアメリカにフォローしなきゃダメですよって言ってるようなもんなんだと思うんだけど、だから今日の新聞とかでもね、マリアナスバラエティで観光業に専念していくみたいなことが力を入れていくってこと書いてあったんだけど、中国便を知事は中国便を増やしてもいいよ、そんなに思うんなら増やすやればって感じで、議員さんの一人はもうトランプ大統領にもお会いして、なんか中国便を増やさせてくださいってもう積極的に言ってるんだけど、知事はアメリカ側にちょっと忖度をして、増やすなら増やしたいよね、できるならっていう感じで、あと台湾とかには力入れたいかなっていう感じの雰囲気だったね。台湾のね、お金持ち相当いるからね、台湾でもいいよね。
直行便が出れば、ね、日本もどこでも、韓国も日本も中国もどこでも台湾でもなんだけど、やっぱり毎日出てるっていう、飛行機が出てるっていうことが大きいんだよね。3日に一度っていうのがやっぱり来る足を止めちゃってるよね。毎日飛んでくれればなんとかなるのになって思うんだけど、もうちょっとね、あっちもこっちも中途半端だから、結局もう本当に人が来なくなっちゃってるし、ね、あのまま飛行機の援助だって$4000だっけやっとけばまだ続いてたと思うんだよね。いきなり切るから、いきなりみんなが来始めると、サイパンってなんでそういう考えになるのか分かんないんだけど、援助して自分たちが潤ってるって思うと、縫製工場にしかり飛行機にしかり、もういきなりバサッてやめちゃうから、援助とかをやめちゃうから、相手だってね、みんななら行かないよってことになっちゃうわけだから、もうちょっとね、ちょっとずつ減らすとかっていうことがなんでできないんだろうって。普通ね、何人もの大人が集まればそういう案が出てくるのが普通なんだけどね。先月まで援助してたものが今月からなくなりますよって、ゼロになりますよって言ったらね、1万円で飛ばしてたところが5万円になっちゃったら、サイパンに来る気だって起きなくなっちゃうもんね。韓国からなんか9800円ぐらいで安い時期は飛んでたから、格安航空券だって。日本からだと、日本からソウルがその期間が5000円ぐらいだったので、ソウルからサイパンがちょうど9800円ぐらいだったので、1万5000円くらいで来れた時期があったのね。そういう時ならね、そういうのが続けば、もちろん若者も来るし、ね、若者が来れば結構街って潤うじゃない。潤うっていうか、若者が若者を求めてまた来るから。大体が昔、自分もそうなんだけど、若かったから若い時ってみんな若者にまた若者がこう、女性が来てるところには男性が来るじゃない。そういう現象が起きてたんだけどね。だから韓国の人のリゾット茶に、なんだっけ、JAL のね、飛んでたよね、リゾッチャ。あの時は JAL ごと JAL 自体がおかしなことになっちゃってたからね。ちょっとあれだったけど、丸ごとおかしな時期だったから、もうどうにもこうにもだったけどね。サイパンだけのせいじゃない、あれはね。
生じゃなかったから、なるさん、そんな時期があったんですか？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 あったんですよ。あったんですよ。1万5千円ぐらいでしたね。だから日本から。でもね、それで来ると、ソウル、ソウルで8時間ぐらい遊ばなきゃいけないんですよね。焼肉食べたり。時間がある人にいい感じの。森高千里も歌ってたんですけど、歌ってましたね。歌ってましたね。芸能人の人も結構来てたと思うんですよね、昔は。撮影自体が甘かった。春音とかを撮らないでも来れたっていう。今はどうなのか全く知らないんだけど、書類が作らなくても、うん、簡単に結構取れたんですよ。まあ書類は作るけどめんどくさくなかったから結構沖縄なんかの CM とか海系の CM はみんなサイパンで撮ったりしてたのに、全然なくなっちゃいましたよね、多分。だからいろんなことが厳しくなったんじゃないかなと思うんですよ、アメリカになって。だからそういうとこは知事が権限があるんだから、コモンウェルスっていうだけあって、そういうとこ知事がね、サイパンはいいですよって、こう簡単にしますよ書類をとかってやれば、撮影隊も多分いっぱい来ると思うんですけどね。撮影が来れば、韓国のドラマがいいよね。韓国のドラマが来れば、誘致できれば、ここに韓国ファンがこう来たりするじゃない。そういうのを狙ってくれるといいんだけどね。うん、うん、そしたら行きます。韓国ファンですかね。韓国ファンの人多いですよね。あの韓流韓流ドラマなんだっけ。うちからはね全然見れないんですよね、韓流ドラマ。見たいけど YouTube にも載ってないじゃないですか、韓流ドラマって。中国のドラマは載ってるけど、韓国のも載ってるのかな。韓国語で調べればいいのか。韓国のファンが多いからね。なんだっけ、また忘れちゃった。麻雀牌みたいな名前の人、東南シャーペイみたいな、なんだっけ、忘れちゃったな。東南シャーペイの人が、なんか4人グループなんだけど、2人はうちに来たんですよ。なんだっけな、名前忘れちゃったな。あとロッテジャイアンツの人は全員来てますね。ロッテジャイアンツの人はもう毎日うちに来て飲んでましたね。
一時期にいい方じゃなくて、なんだっけな、忘れちゃった。なんかね、白髪チュン、違う、白髪チュンじゃないと、白髪チュン、なんかね、ほんとそういう名前の人がいるんですよ、韓国のグループで。忘れちゃったけど、ホームラン王になった、野球に興味ないからな、あのサインボールとかサインバットとか置いてってくれたんですけど、ホヌさん、ホヌさんこんばんは。東方神起、それだ、それそれそれ、ほら似てるでしょ、東南シャーペイ。どうしてもそっちで覚えちゃう。東方神起、そう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 、4人か5人のグループなんですけど、2人だけ来たんですよ。そうそう、その人たち、まだ若い子たちだったんですけど、もうずいぶん前、売れる前だったのかな、売れてからかな。私はもう全く知らない人だったんで、その東方神起ですって言われて、へえとへえって言うだけで終わっちゃったから、ちょっとよく分かんなかったんですよね。そう東方神起、東南シャーペイ、似てるよね。その人たち、前は近鉄のキャンプ地だったのにね。そうだよね、浜台の頃だよね、近鉄。それも分かんないんだけどね、近鉄。私ね、その人たちも多分会ったことないと思う。その人たちは会ったことない。野球の人たちでしょ。全く野球に興味ないんで、大谷さんぐらいは見るけど、ニュースで。そうだよね、キャンプ地だったのにね。それもなくなっちゃったもんね。ハダイの頃だよね。だからそういうのも潤ってたんだよね。全くね、そういうのもなくなっちゃったもんね。それこそ本当有名な人たち結構来てたと思うんですよ。なるさん、東方神起、そうですね、東方神起、東方神起ですね。似てるでしょ、名前が。東南シャーペってそうやって覚えてたからね、もうダメなのね。元に戻れなくなっちゃうのね。そういうのをね、ちょっと誘致してくれるとね、なんか韓国ドラマ誘致してくれるとね、やっぱ日本人のファンの人も韓国のファンの人も来ると思うんですよね。そういうことやんないんだもんな。なんかだからこの間もなんかスポーツ選手にスポーツ大使っていうのを韓国の中でやってたけど、サイパンのスポーツ大使をその人にえリコード
保養施設、サンアイパームスはどうなった？それサンアイパームスだ。思い出した。キムタクがよく泊まってたところでしょ。モービル入ってったところ。そうそう、そこサンアイパームス、その名前が出てこなかった。さっきずっとサンアイパームスだ。どうなったんだろうね。だからこの間、このさっきの映像でもこう行こうとしたんだけど、そっちに国旗隊とか国旗隊なんとか隊っていうのがの遺跡だかなんだかがあったよね。そのところに私はマリアの祠があったと思ったんで、そこに向かおうと思ったの。そしたら Google で調べたらマリアの祠がとんでもないところで全然違うとこだったから、あらっと思って、でなんとか隊っていうのも調べようと思ったんだけど、その名前が出てこないからもう調べようがなくてギブしました。で病院があったから病院に行かなきゃと思って病院行ったんだけど、サンアイパームスターよく覚えてるよね。深夜さんすごいね、すごい。もういる私が何にも覚えてないのにね。全く何にも、名前がもう何にも出てこない。深夜さんはサイパンの方？サイパンの方じゃないと思うんだけど、サイパンのことをよく知ってる方、深夜さん答えてあげてください。なるさんに。深夜さんはサイパンの方じゃないよね、今はね。日本の方だと思うんだけど、よく知ってる方です、多分。サンアイパームスだ。ちょっとすっきりした。めちゃくちゃすっきりした。ちょっとお水飲む。サンアイパームスだ。めちゃくちゃ懐かしい。サンアイパームスどうなっちゃったんだろうね。アパート化になったのを聞いたけど、あそこ入ってってずっと行けるわけじゃないんだよね。大昔遊びに行ってました。サンアイパームスに私も知り合いの人が住んでたんで、バーベキューに呼ばれた時行ったぐらいですね。何回か行ったぐらいで、あとは行くあれもなく。しかもそれだからずいぶん前だから、もうあの道を入っていってどう行ったらサンアイパームスなのかよくわからないですね。ちょっとすっきりした。もうね、深夜さんが謎を解き明かしてくれるから。マリアの祠がキングフィッシャーのところなのか。そっか。Google マップで見たらやっぱりキングフィッシャーの方とか思って CUC のとこで見たんだけど、だったらね、今行かなくてもいいやって感じだったんで、
取りに行かなかったんだけど、ちょっとそれよりこれパソコンがどうにかなんないと配信ができなくなっちゃうよね。ほんと今日のアーカイブも残らないよね、これね、きっとね。もう録画になってないんだもん、今すでに録画終了になっちゃってるから、きっとアーカイブ YouTube の方でこう残しておくってことしないよね、これね。ちょっとどうしよう、パソコンおかしくなっちゃった。今日金曜日でしょ。いやもう OBS を習得するどころかパソコンをなんとかしなきゃいけないな、これ。じゃないと明日配信できないもんね。深夜さん、マリアの祠からタポチュ山に登ってコーヒーケアでランチが定番だった。フィリピン人とかフィリピンのお姉ちゃんとか多分そうだろう。マリアの祠からタポチョ山に行って、その後降りてきてコーヒーケアでランチ朝から行ってるってことはやっぱりフィリピンのお姉ちゃんだな、きっと。正解。そんなおしゃれなことしてたんですね。でもそんなおしゃれなことしたことないんだけど、マリアの祠大体がタポチョ山に行ってから登ってからコーヒーケアでランチだなんて、そんなおしゃれだね。コーヒーケアっていうのは、サイパンに来たことある人は知ってると思うんだけど、海の見える、海を見下ろすね、綺麗なお食事場、綺麗ではない、見る景色はいいよね。おしゃれなことしてるな。そんなおしゃれなことしたことないぞ、サイパンにいて。大体がツーリストの人は、あんまりなんか海の見えるところでなんかっていうのはホテルが一番見えるわけだから、ホテルの窓からの方が、私ねいつも思うのね、前もやっぱ今でこそクラウンホテルだけど、クラウンホテルとかやっぱ窓から見てると気持ちいいもんね。あそこに座ってこうお酒飲んでた方が、ハイアットとかあの辺で座ってお茶飲んでた方が、ホテルの部屋から見下ろしてた方が気持ちいいよね。わざわざどっか喫茶店行って海を見下ろすっていうよりはホテルの部屋のが気持ちいいなって感じたけど、タポチョさんとかは別だけど、別物だと思うけどね。そこは360度サイパンが見えるから、やっぱそれなりにいいと思うんだけど。タポチョさんも上がっていけんのかな今。ハイアットのブランチなんか行ったことはないですよ。またしょっちゅう行ってたんでしょう。ハイアットのランチハイアットのランチこの間連れて行ってもらっただけだな。
ランチ自体が行かないからな私。あのあの日ももう 2時ぐらいで終わるんだけど、もう最終の時間で連れてってもらって、1時半ちょっと前くらいから。やっぱね、ハイアットはやっぱあそこがいいよね。なんだっけ、夕方から始まる食事前のお酒タダで飲めるところ、なんだっけ、忘れちゃった。あれ好きですね。グアムのハイアットの方が雰囲気がいいんだよな。サイパンのハイアットは下だから、低いところにあるから、その場所がなんて言うんだっけ、あれ、また名前が出てきません。名前が出てこない。夕方から飲むお酒のやつ、ただのやつ、泊まってる人はね、あれ好きですね。あれ好きなんだけど、だからサイパンのハイアットは2階だか1階、2階のとこだよね、ちょうどね、2階のところぐらいにあるから、なんかそんなに雰囲気がいい感じじゃない。だったらクラウンプラザ、今どうだか知んないけど、クラウンプラザは8階にやっぱあれがあるから、ただのところ、あそこのが気分いいよね。ハイアットはなんであんな下にあるんだろうと思う。あそこじゃキリカフェとあんまり変わんないじゃんと思うんだけどね。キリカフェもやってんのかやってないのか分かんないけど、今はニヤコは一応やってた。ちょっとごめんなさい。ちょっと待ってください。あれ、またマウスも動かない。ちょっと待ってください。すいません。そうリージェンシークラブ会員、そうリージェンシーのクラブ会員のあそこの飲んでちょこっと食べるとこ、あそこサイパンのとこはちょっとね、いまいち、なんで下にあんのか意味が分かんない。もうちょい上の方にあればね、気分よくいいのになって感じなのに。あそこならクラウンプラザ、昔の、フィエスタのなんかクラブ会員の夕方から飲むところ、あそこの方が雰囲気はいいな。こう海を見下ろしてっていう感じの。ハイアットのとこ海は見えるけど、いまいちかな。今はハイアットでもなくなってしまったからね、あれだけど、今日金曜日で
どうなったんだろう。ちょっと待ってね。ドルはリスクオフですね。ドル円リスクオフ。これ150円また切ってくるのかな。148円までいきそうな雰囲気。ドルフィンやってた一回閉まったんだけどね。やってたと思う。覗いてはいないけどオープンってついてたからやってるんだと思うんだ。オープンっていうのがついてた気がする。やってるとは思うんだけど、中身は変わったかどうかはわからない。中は入っていないので、今度見てくる。あれが欲しいんだよね。なんだっけ、ビーチボールみたいなやつ。なんてまた名前出てこないよ。ビーチボールみたいなやつで座るやつ、体幹を鍛えるやつ。もう名前が出てこない。連想ゲームになっちゃうからやめよう。なんかあそこに売ってたよっていう話を聞いたんで、ちょっとそれ欲しいなって思って。椅子に座るよりそれに座った方がなんか体幹が良くなるんじゃないかなと思って。なんだっけ。もう一つ名前が出てこないと止まってしまうこの状態。嫌だわ。なんだっけな。なんとかボール。忘れました。ちょっと今ね、パソコンの方が心配。なんかこう再起動が必要ですとかね、なんかピカ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 出てくるんだよね。ちょこっと勘弁してほしいわ。これ嫌だわ。明日も配信しようと思ってるのに、これまた今日みたいにファイルがいっぱいですとか、大体が録画できないんで、これ困っちゃうよね本当に。バランスボール、そうです。堀川めぐみさん、ありがとうございます。こんばんは。はじめましてかな。バランスボール、それバランスボール。うわ、すっきりした。それ欲しいなと思って。なんかドルフィンに売ってるらしいんで、ちょっと見に行ってこようかなと、近いうちに思ってはいるんだけど。そう、バランスボールだ。もう名前がなんか出てこないって、もうほんとダメね。よろしくないわ。 PC のファンの音がそうでしょ。そうだよね。そう、このファンの音、聞こえちゃうんだ。マイクがマイクを使ってないから。そうなの。ファンの音聞こえちゃうんだこれ。マイクっていうのを使ってないのね。パソコンのマイクを使ってるんだけど、そう、こうファーってなり始めちゃったの。なんだろう、よろしくないよね。ちょっとパソコン直し始めようかな。ちょっとパソコンセットアップしないと。一回初期設定にしちゃおうかな。初期設定まで戻さなきゃダメだろこれ、多分。なんかね、中国語なんだよね、中身が。
元の本体が。だからちょっと難しいの。やろうとすると途中で中国語になってるんだよね。日本語の設定にはしたんだけど、それでも中国語になるから、ファンの音すごいんだ。ちょっと今日、よし、これから私はちょっとパソコンの修理します。修理じゃない、初期設定に戻して、明日の配信できなくなるのが嫌なんで、ちょっとなんとかします。明日明後日ちょっとやりたいからね、配信ね。ちょっとこれ録画もできてないから、録画もできてないの、ちょっとアーカイブも残んないの、ちょっと困っちゃうんだけど、ちょっとやります。これからちょっとやるんで、今日は配信終了します。ゆるい配信、今日もお付き合いありがとうございました。深夜さん、堀川めぐみさん、なるさん、ボヌさん、ありがとうございます。ナバルさん出てこなかったね、全然。ありがとうございます。今夜はおやすみなさいじゃない、これから戦いです。戦い。ちょっとこのパソコン直さないと、どうにかしないと。明日またみんなにお会いしたいので、やっぱりこう話してると、話さないとどんどん違う方向に病んでいってしまうから、病んでいっちゃうとまた配信ができなくなっちゃったりしちゃうから、なるべく配信はしたいと思うんで、これからちょっとパソコンと戦います。ではおやすみなさいませ、皆さん。はい、ありがとうございます。ではまたです。失礼します。ありがとうございます。よかったら、登録とチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。失礼します。どこだっけ？ここでちょっとな、アーカイブ残んのかな。